どうも、ベトナム在住の内津です。今日のフロントフォークですけども、実はね、オイルシールが手に入ってないんで、今日は、状況の解説ですかね、中編としてやっていきます。これね、こっちについてるのはなんせ私のコピー部品でディスクブレーキ用のやつなんで、移動用の仮付けです。それで外したやつがね、これなんですけども、このオイルシールがね手に入らないんですよ。ちなみにネットでは見つけたんで、ネットで注文はしました。なのでね、到着待ちです。これね、フロントフォークのインナーチューブが 27mm あるんで、それ専用のオイルシールが必要なんですね。で、この内径27、外径37で厚みが 10mm のやつが必要なようです。で、ちょっとこっちでね、お店、まだ2軒しか探してないんですけども、この26、37、10.5 しかないんですよ。これは耐株とかでね、使われてるタイプですね。で、あと27になると外径がね、でかいやつしかなかったんですね。で、ネットで探してね、注文はできて、外国からの発送、多分中国からだと思うんですけどね。っていうんで、多分1週間か10日ぐらい、待てば届くと思います。それでですよ、これがね、ないんですけども、お店の人曰くはね、これが26、外したやつですね。これが26だって言うんですよ。で、ゴムが広がっちゃってるんでね、それに古いからわかんないんですが、今 26.33 って出ましたね。で、これも古いものなんですけども、使ってるからね、広がったんでしょうかね。27をちょっと超えてますね。で、だから26入れて大丈夫だって言うんですけども、だからこれですよね。ただやっぱりそれは良くないんでね、27を注文したんですが、ただ笑ってしまったのがね、このダストシールですね。これね、ついてたやつなんですけども、中の刻印見ると26って書いてあるんですよ。だからこれ26をつけて、で中がきついじゃないですか。きついっつってもこれ入るんですよ、普通に。もうこうやってね、で多分新品の時にここがきついもんだから、外側をね、要は抜けないように接着剤塗ってたんじゃないかなと思ってます。それでこれが分解しなかった方ですね。分解しなかった方もね、このダストシール見るとここには26って書いてあるんですよ。ただね、この中綺麗に掃除するとこれは多分ね、新品の時からついてたんでしょうね。ちょっとカメラでうまく映せないんで映しませんが、中見るとね、ちゃんと27って書いてあるんですよ。で、それで、これについてたものとこっちですね。もともとじゃないや、今回外したやつ、外から見るとね、形状とかいろんな刻印とかが違うんですよ。なんでこれはオイル漏れしてね、変えた時にやっぱり変えた人も27が見つけれなかったんで26を買ったんじゃないかなと思います。これが状況説明でした。それでね、もう一つ、これがね、どこかな、カメラじゃうまく映んないのかな、一応映るか。ここがね、当たりがきついんですよ。こっち面だけ。反対側は当たってない。だからここが擦れてて、これがね、バイクの中でどの位置でついてたかはわからないんですけども、こっちをね、注意深く見てたんですよ。これも映んないんだろうな。
まあまあいいか。これこっちが外側で内側なんですけども、この外側のねここが擦れてるんですよ。だからやっぱり締め付けでね内側にグッと入って、これとこれが擦れてたんですね、外側で。だからオイル漏れしたんだと思います。解説はこれで終了。まあまあ27が手に入ればね、それでうまくいくし、まあもし手に入らないことがあればね、前回も26をつけてるはずなんで、それをね同じように接着剤で固定すればどうにかなるのかなとは思ってます。次にねちょっとオイル量の話なんですけども、ネットで調べるとね CL も CD も2種類出てきたんですよ。というかまあ CD に関しては83ってのもあったのかな。多分この65ってのはインナーチューブのこの内径がね 25mm の細くって外バネのやつだと思うんですよ。だから多分 102.5 だと思うんですけどね。ちょっと油面もCL も 102.5 ってのがあって油面の記載なかったんで、で別のやつで83で油面が148ってのもあったんでね、とりあえず一旦83というかちょっと多めに85を入れてるんですけども、私はいつもこの車のね ATF オイル入れてます。それでねこの中、分解してない方、中にまだオイルも残ってると思うんですけどもね、ちょっと入れて簡易的に油面を見てみたいと思います。やっぱり狭い方が下になってますね。よし、下まで下げて、ちなみにねこっちのフォークオイル臭いんですよまあ85をちょっと150のところにね150mm のところに印つけてるんで、これでオイルがつくかどうか。おお、たくさんついちゃった。これはどう見るのかな。中に残ってるのがあるのか、83でいいのか。いやー分かんなくなったけどね。まあちょっとね多分ちょっと一回下置いちゃったけど、83入れてこんなについたんでね、もうこれだけしか残ってないんで、多分83でいってみますというか、83じゃ多いのかな。そもそもねこのフロントフォークが本物でない気も今してるんですよ。まあいいや。これね中がなんせ臭かったんで、とりあえず今入れたやつでね放置というか洗浄かな、このまま置いてね、たまにこうやって振って一回液体捨ててね中を洗っておきたいと思います。ちょっとこいつはねもう分解してオイルシール取ったりとかね、まあやりたくないんですよ。そんなんでとりあえずフロントフォークとしては中編これで終わりですね。ちなみにねこれついてるフロントフォークが純正かどうか疑ってるって言ったんですが、その理由はねこれなんですよ。見えますかね。ステムにねこんな分厚いワッシャーをね123枚入れてナット締めてるんでね、これステムが純正じゃない何か他の車種の
やつをつけてる気がするんですよね。まあどっちにしてもね、今のところこれでガタもないんで、こいつ使ってね、フロントフォークはオイルシールが来たらね、組み立てて組み付けていきたいと思います。今日はねまだ時間があるんで、フロントホイールのねこのベアリングの取り外しやっていきたいと思います。やっていくんだが、ね、これね、ここのリングが少し飛び出しちゃったんで、こいつは叩いて入るでしょう。入った。それでこいつは汚いけど問題はなさそうやな。よいしょ。今回はね、私チューブ外すのに穴開けてしまうことが多いんですけどね、もうチューブも交換するんで、先をトイレやつでねガッと外しちゃいます。ちょっと木の板が邪魔。なんでこんなとこからワッシャー出てくる？反対向けた時に落ちたのか。ちょっと待ってよ。もうなんかいつも変なのが出てくるな。これか。高さ足りないからこうやってたのか。そういうことか。これも潰れてるんだな。ちょっとこのパイプもいいやつ探します。まあとりあえず今回はそんなのはいい。取れた。なんかさっき型って言ったぞ。もうなんか全部が怖くなってる。これが弱いのか。スポークの方はねちょっと専門の業者があるんで、せっかくねここまで外してるんで、針調整してもらってから組み立てします。なんでね今日はここまでですね。それではまた。